にちは。スティーブテック視点のスティーブです。STI のプロジェクトがさらに続きますね。今日はまたものすごいかっこいい、アップグレードというかはやります。ちょっと来て、ちょっと前の話なんですけど、このマフラーをつけた時のことを覚えてますか？ものすごくいい音しますよね。これはネームレスという、マフラーを中古で購入してこの車に、つけました。その結果はものすごくいい音出ますよ。出るんですが、やっぱりな、うちの息子も遺伝なのかな、遺伝子がスティーブからもういっちゃってるから満足しないよね。もっといい音が出るマフラーがあるということがこの間急にそういう相談また受けて、パパ購入したいマフラーがある、お金貯めて働いてバイトして夏休みの間に貯めたお金で買いたいマフラーがある。でもこれ十分にいい音しているんじゃないかって言ったら、これはまた中古で売って新しいマフラーを買いましょうと。ところでアメリカは結構ね、個人売買のことが多いですよね。パーツとかこういうのはね。で、オンラインもあるし、新聞とかもあるんだけど、今オンラインで何でも個人売買で何でも手に入るので、ものすごくいい買い物、昨日してきました。個人売買で同じロサンゼルスにいる2016年か17年式の STI を持ってた方が、ここにある透明のチタンマフラー、中古で安く言わないよ、値段がね、聞かないでね、そういうのはね。でもかなり安く、購入させてもらいました。でもスティーブさん見てよ、手のがボロボロじゃない。ほらゴムがいっちゃってるのよ。傷がある。わかるけど、車また傷がつくことがある。ただし、このちょっとボロボロに見えるこのものすごくいいチタンのマフラーをどうやってきれいにするのかというのは、とりあえず車につける前にやっぱりきれいにしたいんだよね。ちょっと汚いのは私もそれ同じ意見ですね。合ってるんだけどボロボロじゃないよ。これはね、車庫端の車はどうしてもこういう傷とかがつくことあるんだけど、ちょっとね、汚いのできれいにしてから車につけようっていうことで、チタンはどういうふうにきれいにするのかということですよね。DIY、いつも DIY 的に、お話しするんだけど、今日はチタンを DIY でどういうふうに簡単にきれいにするのかということです。こちらにあるのはキャブレーターとチョークのクリーナーですね。キャブクリーナー、日本のどのブランドでもSTP とか CRC とかもいろいろあるんだろうと思うんだけど、これは地元のパーツ屋さんのものなんで、どこまで効くのかはちょっと試しにやってみましょう。この傷はつかない、消えないですよ。これはこのままで仕方ないんだけど、この曇っている、汚くなっている、なんか錆びてるような見た目をちょっとなくしたいということで、とりあえずかけます。キャブクリーナーをかけます。よくかけます。このままにちょっとしておいてから、このタオルで、ここで拭きましょう。さっきよりどうですか？結構いい感じじゃないですかね。見てください。もう一箇所、この上もやりましょう。ほら、結構汚いですよ。やっぱりこういう水の跡とかこういうのはね、なかなか取れないので、ちょっとこれもやりましょう。この辺とここも消えた。こういうところが消えましたね。ほら、水の跡はね、キャブクリーナーでは取れないんだけど、
他の汚れが結構落ちたので全然違いますよね。これもやりましょうか。少しこれも結構汚いですよね。同じくやりましょう。ここからやりますよ。ここもほら見て汚いですよ。どうですか？結構さっきよりいいですよね。この部分よりもやっぱり目立つのはこちらの透明のやつなので、これキャブクリーナーを使いましてね。まずじゃあキャブクリーナーで仕上げましょう。こっち側を見て。さっきと比べるといいんだけど、今度普通のメタルポリッシュクリーム、日本にもいろんなブランドがあると思うんですが、こういうやつを柔らかいタオルにちょっとつけて、でこういうところをちょっと磨いてみる。ここからここまでとりあえずやりましょう。やっぱりきれいにしてからじゃないとつけれないな。うちの息子もそれも多分俺からまた来たことなんだけど、どうせつけるならきれいにしてからつけた方がね、車に行った方がいいんじゃないかとね。中古だろうがね。じゃあここまでやってみようか。全然取説とかは読まないんだよね。いつもそうなんだけど、多分もう何分かで待つことあるんだけど、読まないから分かんないよね。仕方ないからとりあえずやってみよう。ね、早く車につけたいから。またね、汚れることも車のね外にある限りは汚れるんだけど、でもつける時にさ、こういう風にの方がなかなかさっきと比べるとこれはいいよ。これはサムズアップ。じゃあこの DIY が終わって車につけてエンジンかけてみようかね。聞きたいよねやっぱり。で個人売買でもう何でも売れる、買うこともできるんで、取り外したものをまた売りに出せば、これちょっと高いんだけど、でもある程度元のお金が取れるというのは非常に大事なので、やっぱり中古パーツにものすごく価値があることも頭の中に入れておいてくださいね。ではまたじゃあこれ続けて仕上げて車につけましょう。